こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今回はこのチャンネルの原点でもある物語、桃太郎を新しく語り直してみました。この物語に込めた思いとともに、どうぞ最後までお楽しみください。そして最後に一つお願い事があります。ぜひ最後まで聞いてくださいね。それでは聞いてください。桃太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山に仕事へ、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、大きな桃が流れてきました。どんぶらこ、どんぶらこ。まあ、おいしそうな桃だこと。おばあさんは桃を拾って家に持ち帰りました。家で桃を切ろうとすると、なんと中から元気な男の子が出てきました。子供がいなかった二人はとても喜びました。二人はその子を桃から生まれた桃太郎と名付けました。桃太郎はすくすくと育ち、強く優しい男の子になりました。その頃、町では鬼たちが人々を困らせていました。宝物を奪ったり、家を壊したりしていたのです。ある日、桃太郎は言いました。悪さをして人々を困らせている鬼を退治してきます。おばあさんはきびだんごを作り、おじいさんは武具を用意して桃太郎を見送りました。桃太郎が鬼ヶ島へ向かっていると、一匹の犬がやってきて言いました。そのきびだんごを一つください。私もお供します。桃太郎はきびだんごを一つあげました。次に猿が、そしてキジも仲間に加わりました。こうして3匹の動物たちが仲間に
なりました。桃太郎は仲間たちと一緒に鬼ヶ島へ向かいました。そしてついに鬼ヶ島に着きました。島では鬼たちが盗んだものを食べて飲んで大騒ぎをしていました。桃太郎は言いました。やい、鬼。もう悪さはさせないぞ。島の中からたくさんの鬼たちが現れ、戦いが始まりました。桃太郎と動物たちは力を合わせて戦い、ついに鬼をやっつけました。鬼は言いました。ごめんなさい。私たちが悪かったです。鬼たちは宝物や食べ物を渡して、もう悪さはしないと約束しました。桃太郎が島から帰ると、町の人たちが出迎えてくれました。みんなはありがとうと言ってニコニコしています。町には静かで明るい日々が戻りました。そして桃太郎はおじいさんとおばあさんと一緒に幸せに暮らしました。おしまい。桃太郎のお話、いかがでしたか？これは日本人なら誰でも知っている昔話です。強くて優しい桃太郎の心があなたの国にも届きますように。この物語の舞台となった鬼ヶ島は香川県にある小さな島、女木島だと言われています。その様子を美しく紹介している動画があります。もしよければ画面のカードからその風景もぜひご覧ください。そして最後に私からのお願いです。あなたの国のおめでとうの言葉をコメントで教えてください。実は8月10日は私の誕生日です。この誕生日に合わせて世界中の言葉に触れられたら温かい気持ちになれると思いました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。いい夢を。